今日は黒糖きな粉のフレンチトーストを作りました。こんにちは、料理研究家ねかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は黒糖きな粉のフレンチトーストを作りたいと思います。はい、ということで今回は黒糖ときな粉を入れたふわふわのフレンチトーストを作っていきたいと思います。今回ですね、フレンチトーストの耳を落として作っていくんですが、その切り落とした耳も合わせてフレンチトーストにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、牛乳、黒糖、卵、きな粉、無塩バター。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回黒糖きな粉フレンチトーストということで、甘さは黒糖を入れていきます。この黒糖なんですが、今回このように細かめのね、粉末状になっているものを使用していきます。こちらの黒糖に関しましては、ブロック状のものでも、あとはフレークタイプでも大丈夫です。ブロック状のものに関しましては、細かく刻んで使うようにしてください。そして食パンですね。こちらは今回4枚切りの厚切り食パンを使っていきます。この食パンの厚みに関しましては、お好みのものを使用してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに卵液から作っていきます。今回ね、黒糖を使うんですが、黒糖はね、少しダマダマになりやすいので、最初に少量の牛乳で溶かしていきたいと思います。まず黒糖を入れてください。そしてここに使う牛乳から大さじ1杯ほど取り除いて入れてください。そしてよく混ぜましょう。今回私はね、細かめのパウダー状になっているものを使用してるんですが、それでもね、こんな感じで塊になることがあります。なので一度こちらを電子レンジで加熱したいと思います。電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、15秒加熱しました。そしたらね、もう一度よく混ぜてください。このようにね、まだ塊が残るときはゴムベラなどでこのように押しつぶしながら混ぜてください。はい、これで大体混ざれば OK です。今の段階で少しね、黒糖の粒が残ってても大丈夫です。できるだけね、粒が残らないように混ぜてみてください。それでは続いてこちらにきな粉を混ぜていきます。きな粉はね、ふるって加えましょう。そしてよく混ぜます。ダマにならないようにしっかり混ぜてください。はい、OK です。きな粉に関しましても、最初に少量の牛乳で合わせていただくことで、ダマができず綺麗な仕上がりになります。そしたらですね、続いてこちらに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。卵もよく混ざれば OK です。では続いて残りの牛乳をすべて加えてください。そしてよく混ぜます。はい、よく混ざれば OK です。そうしましたらこちらの卵液を一度こしたいと思います。そうすることでとても仕上がりが綺麗になります。それではこしていきます。茶こしなどでこしましょう。はい、OK です。一度こしていただくと、このように卵のね、辛さだったりとか、あとは卵黄膜なども取り除くことができます。その分ね、とても滑らかな仕上がりになります。卵液の準備はこれで OK です。それでは続いて食パンを切っていきます。今回ね、食パンの耳は取り除いていきます。食パンの耳付きのままね、やっていただいても大丈夫なんですが、耳をつけた状態で焼き上げると、最後仕上がった時にこの柔らかい食パンの部分がペシャッとなりやすくなってしまいます。なのでね、今回は取り除いていきます。こちらも後で活用するので、このまま置いといてください。そしたらですね、こちらの食パンを半分に切ります。はい、これで OK です。それでは続いてこちら、先ほどね、切り落とした食パンの耳ですね。こちらはくるくる巻いて卵液に染み込ませてフレンチトーストと一緒に焼いていきたいと思います。まず手前からね、くるくる巻きましょう。こんな感じです。このように巻いてください。そしたらこちら、竹串に刺します。はい、こんな感じです。残りも同じようにくるくる巻いていきます。はい、そして巻いたらですね、同じように竹串に刺してください。はい、こんな感じです。では残りも同じようにね、くるくる巻いて刺していきます。
はい、このようにね、竹串に刺してください。それではね、こういった耐熱の容器を用意してください。そしてまずここに卵液を加えます。だいたい3分の1ぐらい加えてください。そして食パンを置きます。食パンを置いたらまずね、全体に染み込ませてください。はい、そしたらまたね、上から卵液をかけます。はい、OK です。そうしましたら上にラップをかけて、このまま冷蔵庫で30分浸します。15分経ったら裏返して、今表に出てる部分にも染み込ませてください。はい、30分経ちました。そしたらラップを外してください。卵液がね、今ほとんどなくなってる状態です。最後に側面にもね、しっかり卵液が行き渡るように、このようにね、左右に揺らして、そして卵液を染み込ませてください。はい、これで OK です。この卵液少し余ると思います。なのでこちらは先ほどくるくる巻いた食パンの耳に使っていきます。それではね、余った卵液をバットに移します。この時食パンを崩さないように注意してください。そうしましたらこちらの食パンの耳を浸していきます。食パンの耳はね、使うまで乾燥しないようにこのようにラップでくるんでおいてください。では浸していきます。食パンの耳はね、30分浸してしまうと串から取れてしまったりするので、焼く直前にね、浸してください。はい、このようにね、しっかりと染み込ませましょう。それではね、今からこちらの2つを焼いていきたいと思います。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにバターを入れてください。そして火にかけます。火加減弱めの中火ぐらいです。まず半分ぐらいバターを溶かしてください。半分ぐらい溶けたら一度こちらのバターは取り除きます。そして火加減は弱火にしてください。それではここに食パンを乗せていきます。そしてあとね、こちらも乗せていきましょう。このように全部乗せたら蓋をします。そしてこのまま弱火でじっくり焼いていきます。焼き色がつくまで焼いてください。この焼き加減はフライパンの大きさとか、あとは材質でも変わってくると思いますので、様子を見ながら焼いてみてください。はい、今ね、5分ほど経ちました。一度チェックします。焼き色を見てください。いいですね。軽くね、焼き色ついたぐらいで OK です。黒糖がね、たっぷり入ってるので焦げやすいので注意してください。そしたら裏返します。よいしょ。はい、このぐらいですね。少し焼き色がついたら裏返してみてください。ではこちらも裏返します。こちらも裏返します。そして裏返したら残りのバターを入れましょう。そして全体にね、バターを染み込ませます。ちょっとね、こうやって移動させて裏面にもね、バターを染み込ませてください。こっち側にもつけましょう。そしたら蓋をします。そしてこのままですね、また弱火でじっくり焼き色がつくまで焼いていきます。火加減なんですが、このぐらいですね。本当に弱火ぐらいで OK です。はい、今3分ほど経ちました。蓋を開けます。こんな感じでね、ふっくら焼き上がってます。そしたら最後ね、側面を焼いていきます。側面を焼くときはヘラをね、2枚ほど使っていただくとやりやすいと思います。ちょっと柔らかいので気をつけてください。これをまず立てて側面を焼いてください。自立するときはこのままね、焼いていただいて OK です。こちらもね、側面を焼きます。よいしょ。だいたい30秒から1分ぐらい焼いていただくといいかなと思います。こっちの串もね、回しましょう。側面焼いてる時も弱火です。で、1箇所開けたら今度はね、反対側ですね。よいしょ、焼いていきます。こんな感じで分厚い状態になってます。はい、これで完成です。このようにね、ふわふわに仕上がってます。それではね、盛り付けたいと思います。はい、これで黒糖きなこフレンチトーストの完成です。こんな感じに仕上がりました。フレンチトーストはこのようにふわふわに仕上がってます。そして最後トッピングで分量外ですが、きな粉と黒蜜をかけてます。こちらはお好みで召し上がってください。後ろにあるのは、これも分量外なんですが、生クリームになってます。はい、断面はこんな感じです。ふわっとした状態に仕上がってます。プルップルです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。
この黒糖の甘みが効いててすごく美味しいです。そして食べた瞬間にきな粉の香りがすごく広がってきます。それでは食パンの耳の方もいただきたいと思います。いただきます。この耳の方は噛み応えがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒糖きなこフレンチトーストのポイントです。まず入れる黒糖なんですが、今回私はですね、粉末状の黒糖を使いました。こちらはブロックタイプとか、あとはフレークタイプの黒糖でも OK です。ブロックタイプに関しましては細かく刻んで使うようにしてください。そしてこちらの黒糖なんですが、そのまま卵と混ぜてしまうと黒糖の粒がすごく残ってしまいますので、最初に少量の牛乳で溶かすようにしてください。そしてきな粉も同様にですね、たくさんの水分の中に入れてしまうとダマになりやすいので、少量の牛乳に溶かしてから他の材料と混ぜるようにしてください。そして卵液が出来上がったら一度こしてください。そうすることで仕上がりが綺麗になります。そして食パンなんですが、今回は4枚切りの食パンを使ってます。こちらはお好みの厚みの食パンを使って作ってみてください。食パンの耳なんですが、今回切り落としてますが、もちろんね、そのまま焼いていただいても大丈夫です。ただですね、食パンの耳をつけた状態で焼くと、焼き上がった後にふっくらしててもすぐペシャンとへこんでしまいますので、今回は食パンの耳をカットして作ってます。そして食パンを切ったら卵液を全体に染み込ませて片面15分ずつ漬け込んでください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、フライパンの蓋をして弱火でじっくり焼くようにしてください。そうすることでとてもふっくらとした仕上がりになります。あとはね、全体がいい焼き色になるまで焼いてみてください。そして今回ね、食パンの耳はね、くるくる巻いて竹串に刺して、そしてフレンチトーストと一緒に焼きました。ぜひね、こちらも合わせて作ってみてください。そして最後トッピングで分量外なんですが、黒蜜をかけてます。結構ね、黒蜜をかけると甘めになりますので、甘いのがお好きな方はぜひ黒蜜をかけて召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒糖きなこフレンチトーストを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。